はい、今日はね、ダウンスイングでクラブを立てるということのね、意味合いですね。それと、その練習ドリルですね。これはマキロイがやっていた練習ドリルで、マキロイがどういう意識でやっていたのかね、わからないですけども、そのマキロイのドリルを参考にした、練習方法のドリル。これですね。それとマキロイのドリルの解説ですね。それから、最後にですね、非常にくだらない話を一つね、したいと思います。くだらない話はね、もうゴルフに全然関係のない、ものすごくくだらない話なので、そこまでね、見なくて結構ですのでね、ドリルとか、マキロイの説明とかね、そのあたり、ちょっとよく見ていただくとスイングの参考になると思います。まずね、クラブを立てるということの意味合いですけども、ターンフリコスイングのね、練習方法として、こういうふうにね、水平にクラブを振るというのがありました。こうですね。クラブヘッドはなるべく水平に動いていって、そして、こう、一つの面でね、こう振っていきます。ですね。この時にね、何が起こっているのかというと、こういう状態からこういう状態に行きますね。そしたらここではね、グリップとクラブヘッドがね、同じ高さになって、シャフトが水平ぐらいになっています。ここではどうかというと、ヘッドがちょっと高い位置にあって、グリップはちょっと低い位置にある。ということは、徐々にグリップが上昇していく。上昇していく過程で、こういうふうに、こういう感じで、回りながらですけどね、グリップが上昇しながら、だからクラブがこう寝るわけですね、こっちへ。これぐらい立っているものがこう寝るわけですよね。さあ、今度ダウンスイングではどういうことが必要かというと、同じようにクラブヘッドは水平な面を戻ってきますから、だから、クラブが今度立ってくる動きになるんですね、こういうふうに。これが立ってくるという意味ですね。で、これはだから前傾して普通に振る場合も同じで、こういうふうにやっぱりこう立ってくる動きがね、こう必要になります。何もしなければクラブってこっちに寝てしまいやすいですよね、こういうふうに。で、寝かせて振るという理論もありますけどもね、ターンフリコスイング理論ではね、立たせて振るという方法でやっています。でね、ターンフリコ理論とか言ってますけどね、そういう理論があるわけではないですよ。で、ターンフリコスイングというのもね、別に便宜上二重振り子と区別するために言ってるだけで、別にそういうスイング法がね、あるというものではなくて、僕が勝手に言っているものですからね、そこは理解しておいてください。で、要するにここでね、クラブはこう寝ないでこう立てていく必要があるんですけど、ここは難しいので、体を回して、かつ腕もね、の動きも全部いっぺんにやるのは難しいので、腕の動きに特化した練習というのをするといいと思いますね。で、それはどうするかというと、少しだけ肩でバックスイングをして、そしてシャフトがこの水平になった位置ありますね。この位置から腕だけを上げながら、レイドオフ方向に少しこう回しながら腕を、右にこうローテーションして、そしてこれを下ろしますですね。こんな感じで腕を回して戻す。こういう練習ですね。こんな感じです。ですね。こんななったりとかね。こんななったりとか、しないでいいですよ。こういう感じですね。このぐらいです。ですね。こう。で、これをね、この練習をマキロイがやってましたのでね、ちょっとマキロイの練習を見て、説明したいと思います。はい、このマキロイがやっているドリルですけども、このようにですね、この位置にあまり少し肩を回して、割とリストコックをして、この位置に持ってきて、そしてこの位置から肩を回さずに腕だけを振り上げているように見えます。そして、かなりシャフトがレイドオフ方向に傾いているのがわかると思います。ここの位置から、クラブがこのようにレイドオフ方向に倒していく感じ。そして、グリップ的にはほぼ垂直に上がっています。そしてこれをこう引き下ろしますね。このようにして、引き下ろしてくると。引き下ろしてくる過程で、このシャフトが今、こういう角度から、こういうふうに徐々にこう立ってきているのがわかると思います。そしてここでは垂直ぐらいになっています。で、ここで、フルインパクトの位置になっています。そうですね。
で、ここの時にですね、腕の動きはバックスイング方向ではこう回し、ダウンスイング方向ではこう回っていることになります。そして、ここで注目してほしいのがクラブヘッドなんですけども、クラブヘッドが今、この辺りにあります。そして、この辺りからこう降りてきて、ここの位置まで降りてきました。ここですね。で、この2点をこう結びます。この2点を結ぶと、クラブヘッドはこういうふうにほぼ直線的に降りてきているというのがわかると思います。要するに一つの面上を降りてくるイメージですね。こういうふうに。要するに、おそらくマキロイもこういうふうに一つの面で振りたい、という意識があるんではないでしょうか。こういう注意してほしいのは、だからこの練習をするときに、クラブを前にこうね、やるのではなく、一つの面上を動く意識でやっていくのが、最もいいと思いますのでね。ですから、この練習ですね。マキロイもやってる、このクラブを立てるドリルを参考にしてください。はい。ということでね、マキロイのやっている、意図とかね、その辺はわからないです、正直言いますとね。聞いてないですから、本人。ただやってることは、あんな感じでね、見たところそんな風にやっているみたいですのでね、これとても参考になると思います、皆さんにとってね。なかなかクラブを立てる動きとかね、ダウンでそれができないので、まずは腕に特化した練習ですね。この辺をやっていって、スイングの中に取り入れていくと。実際にはそれに肩の回転が入ってきますから、あんなにグリップが垂直に上下するわけではないですよ。決してね、垂直に上下するのではないです。腕だけをやったらそうなりますよっていうことなんですね。はい。ということでね、この動画がね、参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。で、ここからはね、ちょっと非常にくだらないお話なんですけどもね、でゴルフに関係ないですから、もう見なくていいですからね、しょうもないので、見ないでください。昔ね、アルバイトで、スター水泳大会かなんかね、そういうのの、お手伝いに行ったことがあるんですね。大磯ロングビーチというところでやってまして、スターの皆さんが集まってね、水泳大会みたいなのを、水泳大会っていうんですかね、水中運動会かな、なんかそんな感じのね、やってまして、それのお手伝いに行ったんですけども、例えばね、水中騎馬戦みたいなのがあって、それで水中の騎馬の方をやるとかね、で上にスターの方がいて、みたいなね、それで騎馬戦をやるとかね、それとか、いろいろあったと思いますけどね、あんまり覚えてないですけども、その中にね、なんか、こう、ボートね、こういうボートありますよね。水で、空気で膨らますボート。2人乗りぐらいのね。そのボートの上にスターの方が乗ってて、そのボートをね、僕が支えていたんですよ。どういうゲームか忘れましたけどね。で上に乗っていたのが、田原俊彦さんと松本伊代さんだったんですね。2人が、乗っていて、僕はこう支えてました。その日はすごく寒い日で、曇ってまして、あの田原俊彦さんも松本伊代さんも寒そうだったんですけども、で僕は単にスターの人と話してみたいなっていうねそういう邪心が生まれまして、で、ちょっとね、話しかけてみたんですね。田原俊彦さんに寒いですかって聞いたんですね。だから、田原俊彦さんは、なんか空を仰ぎ見て、完全に無視という感じでした。当たり前で、当たり前のことを聞いてるので、何くだらないことを言ってるのかぐらいにしか思わなかったと思うんですね。それは当然だと思います。で、やっぱりちょっとスターの人と話すの無理だなとか思ってたんですけど、そしたら松本伊代さんがね、あなたは寒くないですかみたいなことをね、言っていて、実はね、水の中にいた方が寒くなかったりするんですけどね、でもね、寒くないんですかっていう感じで言われたので、ちょっと怒ってる感じもしたので、いや、寒いですって、そうですよね、みたいなことで言い返されまして、で、そういうね、くだらないことを聞かないでよみたいなね、寒いに決まってるじゃないのっていう感じだったんだろうと思いますけどもね。そういうね、もうちょっと気の利いたことを僕も聞いたらよかったんですけど、そこまで頭が回らないし、そこまで頭も良くなかったので、それが
気の利いたことを言えずにね、そういうしょうもないことをしてしまって、非常に恥ずかしいことを経験したという非常にくだらないお話でした。